はい、じゃあパート3やりましょうか。拠点落としの宝箱全部集めたので、次は普通の宝箱を集めていきますか。宝箱が、2つあるかな、あそことあそこ。黒箱いるんで基本は戦闘せずにやれたらなっていう。10時になりましたね。寝ちゃった。行きますか。10時になってもこの見張り箱は寝ないので、まあ、ヘッドショットで倒しつつ、死んだ。あ、気づかれた。気づかれちゃったか。離れるとまた寝るんで、彼らは。失礼します。お邪魔します。さて、よく寝てる。お邪魔します。宝箱取りますか。木の矢5本。こいつムカつくな。落とそう。あれ、そっち側に飛ぶ。危ない。あ、なんか知らんが助かった。はい、琥珀。落としてくれと言わんばかりだな。これ落としてるのか。あ、死んだ。死んでる。落石注意。学べ。で、最後に爆弾投げとくと、これをゴブリンが蹴りに行くという。これを蹴ってる時ってどんだけ騒いでもこいつは気づかないんですよね。ボコブリンって結構面白いでしょ。気づかれてない。気づかれてない。どういう状況？まあこれでも気づかないですね。必死ですねこれね。まあこのまんましときましょうか。幸せだと思うんで。炎の矢か。さよなら。宝箱。オパール。開けれる。琥珀。ここね、底なし沼なんですよ確かね。だよね、ここね。この橋を架けるという。もうそんなんしなくてもね、これ届くんで。氷の矢、これ貴重だね。これ炎の矢。この辺にも宝箱が2つ沈んでいますね。怖えんだよな。琥珀、オパール、ルビー。この下にいるな。はお掃除お掃除。はい。ボコブリン系って水が弱点なんですよね。泳げない。
このコログのジアは風を起こして敵を吹き飛ばせるので、こういう水場があれば、積極的に溺れさせていこうという。この縛りだとまともに相手してもあんま勝てないんで、こういう暮らしの知恵を使っていこうと思います。兵士の剣いらないですこれちょっと最初は迂回していったんですけど、ガーディアンがいますね。ガノンに乗っ取られてるって感じですね。でこいつは動かないガーディアンなんですけど、ビーム打ってくるんで、それを鍋の蓋でガードジャスト、これをする。ただタイミングがめちゃくちゃ難しいちょっと待って、きついんすよこいつ。ちょっと待って、ほらちょっとマジでこのフェイントがあるんだよな。はい、来た。バカ間抜け。イエーイ。こんな感じで古代の素材がもらえるので結構いいっすね。あー強かった。でここに宝箱、あれのシャツ、ここにも1個沈んでます。琥珀、さらにおじいさんの小屋に戻ってみると日記が更新されてるんですよね。ここリンクよ、うすうす気づいておったかもしれぬがわしの筋を隠していてすまなかった。いや全くわからんかった。快晴の眠りから目覚めたお主にことを伝えるには他に方法が思いつかなかったのだ。完全に入り口から出なかったからな。焦っただろうな。わしの演技もなかなかじゃったろう。はい。冗談をさておき。薬剤ガノンを倒し我が娘ゼルダを助けてやってくれないか。はいはい。簡単ではないことは分かっておる。だがお主にはできる。わしはそう確信しておる。100年前と変わらぬいい目をしておったぞ。この目か。ありがとうございます。100年この大地で待ち続けた日々って結構想像を絶するような、そういうの。ゼルダ姫とのね関係も分かってくればまたさらに深みのある感じになるんで、おいおいですかね、その辺は。爆弾矢、この中にも宝箱があります。爆弾矢、この中に炎の矢が。ここにも宝箱あります。で岩が邪魔なのでこのハンマーを使ってどかしましょうか。一応この重たいもの、これマグネキャッチでどかせるんですよね。こうやって何回も叩かなくていいですね。これ旅人の弓。近くに敵がいる宝箱ではあんまり戦闘したくないんで、武器耐久とかも減るんで、もう中身だけ取ってさっさと逃げたいんですけど、その時に使えるテクニックとして口笛ダッシュっていうのがありますね。頑張りゲージが1本しかないので、普通に走ってたらすぐゲージがなくなって追いつかれちゃう確率が上がるんですよね。疲れちゃうんでもうとぼとぼ歩き出しちゃうと。で、頑張りゲージを使わないダッシュ方法っていうのがあって、下ボタンを押すと口笛っていうアクションができるんですけど、馬を呼んだりするアクションなんですけど、この下ボタンを押しながらダッシュボタンをカチ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 って連打しながらダッシュして走ると口笛ダッシュっていう状態になって、指をしゃぶっているような感じの見た目になりつつも走っていると。で頑張りゲージが回復するというか使わないんですよね、全く。これで無限にダッシュ続けられると。これでボコブリンとかは巻きやすいですね。かなりありますね。盗みやすそうな宝箱。盗もう。お邪魔します。木の矢5本。逃げろ雪だとさらに足が取られて遅くなるんで。口笛ダッシュ、これね。口笛ダッシュ、さらばです。さらばです。おののけ主婦の知恵に怯えろ。やばい、これ爆発するんじゃないか。木の矢5本。
あーほいキネア5本 OK。 あーつけてる火を。水からつけてるんだあれ。次にあそこか。あれ黒かな。あの先ですね。黒ボコブリンがいるけど参ったな。まあ落としますか普通にこいつだったら。ほいっと琥珀。はい、この滝のところですね。ここにもこれマスターモード限定なんですけど結構強めの武器があります。炎の矢5本、さらにこの下。やめろお前、ちょっとそんな危ないもん持ってるの？危ないもん持ってるな。おっかないやつだな。ここですね。騎士の両手剣、これ結構強いんですけどマスターモード限定ですね。まあ本来これでライネル倒すといいと思います。でもいらないですね。ここの滝の裏にも宝箱あります。炎の矢5本、木の矢5本、トゲボコ弓。この凍ってる、ここはアイスメーカーを使うというチュートリアルかな。オパール、爆弾矢、エクスパンションパス限定。はい、こいつ寒い。これは落としてしまっていいんじゃないでしょうか。やばい、水死しちゃうよ。寒いよ。こいつで何回死んでるんだ俺は。寒い。兵士の盾強いなこれ。捨てましょう。寒ー。ここに1個沈んでますね。琥珀。あとは向こうなんですけど、イカダ乗っていきますか。イカダ乗って、イカダはこんな感じでうちわで風を起こして進むことができる。うちわ万能だ。おお楽しい。あとは流れに任せて。こいつか。兵士の弓。わあ、逃げてったへえ。ここに宝箱、旅人の弓。ここの下にも1個あります。結構見えづらいとこあるっしょ。オパール、ハイリアのズボン。はい、じゃあ宝箱全部始まりの大地、コンプリートしました。結構時間かかるな。3時間ぐらいかかったけどコンプリートしましたね。じゃあ次にコログ集めますか。この茎を追いかけていく。出た。コログの実2つ目。あとね、持ち上げて、はい。コログの実
3つ目。またね。ほい。ここに入れる。出た。コログの実4つ目。またね。燃えろ。山火事なるぞこれ。ああ、すげえ。あった。コログの実5つ目。またね。こっち。コログの目6つ目。またね。こっち。こんなところにあるか。この下。こんなとこにいるのか。コログの実7個目。またね。こっち。ここの上。この先の部分か。これ。コログの実8個目。またね。持ち上げて。コログの実9個目。待ってね。こっち。この下。はい、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 はい。めっちゃ飛んだ。これ。コログの実10個目。待ってね。こっち。これを並べて。コログの実11個目かな。待ってね。この下か。あ、ある。あれか。ほい、来た。ボン。コログの実12個目。待ってね。寒いっす。あれか。寒い。あったまろう。あったまるわ溶けたな。はい。コルグの実13個目。待ってね。さあ、すごいな、ここの滝。迫力あるわ。ここの下側ですね。こんなんどうやって取るんだよ。あそこのこれをうまく使うと、あこれを熱々熱々熱々橋をかける。かかるか橋。あ、なるほどです。なるほどね。ここの下側、あったあった。これね。ほい。ボン。コログの実15個目。あだね。こんなところに東大元暮らしだなこれ。100年気がつかなかったわこれ。いやだな。この上。うわーすげえなー。おーこれか。最後コログの実またね。はい、これで全部のコログの実集めましたね。始まりの大地で。一応これで最後のコログの実になります。じゃあ始まりの大地を出る前に倒しとくべき大型モンスターがいるので、そいつをちょっと軽くね、しばきに行きましょうか。
あら、いいキノコ。何ということで、岩ロックくんですね。こいつを倒そうということです。でじゃあちょっとこの森の中にあるものを準備していきましょうか。待ってるよ。また帰ってくるからね。ありましたね。めっちゃめっちゃ雨降ってきたけど、蜂蜜あれを取りましょうか。爆弾で蜂ごと焼き殺してしまうと。雷がすごいんでやり過ごそうかと。ここにね、おあつらい向きにあるんですよ。これ火打ち石なんですけど、火打ち石これがあるんよな。説明のために置いてあるんでしょうけど、これは武器で叩くと火が出るっていうやつですね。もう網やっちゃったけど、まあいいか。ここに準備してあるんですよね。じゃあ作りますか。今日は森の素材を生かしたスイーツを作ってみようと思います。まず準備するのは頑張り鉢の蜂蜜1つ。ただこれだけですね。これを煮詰めてこうすると何ができるかな。頑張り蜂蜜飴。頑張りゲージを回復する飴ですね。スイーツができました。これをたくさん作っていきましょう。この岩ロック、実はハンマーだと特攻といって4倍ダメージが入ります。この岩ロック、もう岩ロック専用武器といっても過言ではないですけど、これでも圧殺しようと思います。圧倒的な火力で葬り去ってやる。これ起き上がってくるんで、この上をキープで、黒い黒い証拠なんだっけ、交渉、あれが弱点なんで、乗せて行くぜ。起き上がれ。ここで後ろにジャンプ。おめっちゃ飛ぶ。こんな飛ぶんだ。行くぞ。はいゴリゴリ削れるな。頑張りゲージを回復。どこだ。頑張れ。食べる。もしゃ。うまい。ダブルヒット。完璧。飴いったあんまり飴いらなかった気もするけど、まあ圧殺。さあ、もう始まりの大地でできることは全部やり終わりましたね。降りるか、いよいよ下の大地に。で次はもうこれ結構ね自由なんですよ。どこ行ってもいい。このガノン討伐向かってもいいですし、インパを訪ねてこれやってもいいですし、まあでもインパを訪ねてからやろうかなと。で地図的にはこっちの方にいるので、かかりこ村があるので、こっちの方に行きたいんですけど、この盾を使った高速移動法っていうのが暮らしの知恵あるので、まずそれをちょっと紹介しようかなと思います。
鍋の蓋を使った高速移動、まあ、BTB という盾を使った技なんですけど、すげえかっこいい凍っちゃったけど、こういう風に凍った敵こいつに対して縦サーフィンでスローモーションで踏んづけるっていう弓矢のスローで、まあ、ただそんだけの技なんですけど、で弓矢スローで踏んづけてスローを解除、まあそうするとすごい力でリンクが吹っ飛んでいくっていう技ですね。これ自体結構簡単で、しかもすごい面白いし実用性もあるので結構使えるとは思います。ただ頑張りゲージが1周しかないんで。じゃあこの BTB についてちょっと説明してみたいんですけど、これなんでこんなにリンクが吹っ飛んでいくのか不思議じゃないですか。で BTB の手順を振り返ってみると、弓の集中モード、バレットタイムっていうんですけどに入ると、その状態で凍った敵を踏んで跳ねる、バウンスっていうこの2ステップでした。バレットタイム状態のバウンスなんで略して BTB と呼ばれているんですけども、問題はこの1の集中モード。集中モードでは世界が何十分の1っていう倍速でゆっくりと動くスロー状態になるんですね。この状態で敵を踏む。そうするとリンクは敵を踏んで跳ね返る力を得ますよね。そしてスロー状態を解除すると、そのスローな世界は元通りに戻ろうとします。で、その時に何十分の1のゆっくりした世界でもらった跳ね返る力にも、その力が働いちゃうんですね。で、結果的に何十倍も力が増幅されて、リンクは膨大な力を受けてぶっ飛んでいくという、そういうことなんだそうです。パッと見難しそうに見えるこの BTB っていうテクニックですけど、単純に飛ぶだけなら全然ほんと難しくないので、氷の矢で凍らせて、この凍ってる間ってかなり猶予長いんで、ゆっくりね、こんなもんかなーっつって、とりあえず最初は踏むことを意識して、踏めないですけどこんな感じでいつか踏めたらいいんで、凍ってる敵を飛んでみる。で踏む、いきましたね。スロー状態が解かれてバーッと飛んでいけると、すごい楽しいです。めっちゃ楽しいんで、遊んでみるのすごいありだと思います。ただこれ狙った場所に狙った角度で飛ぶのが難しいんですよ。じゃあいよいよかかりこ村めがけてぶっ飛んでいこうと思うんですけど、東側の方角ですね。あっちの方向にぶっ飛んでいこうと。で飛ぶところですけど、なんだこの下側にセットアップ自体はかなり参考にさせてもらってるんですけど、俺が下手くそなんで成功するかどうかはわからない。まず弓矢で下のボコブリンを所定の位置まで引きつけます。で氷の矢で、はい、今凍らせる。背中がちょうどかかりこ村の方向を指すようなタイミングで凍らせて、でリンクの向きを調節します。だいたい肘のあたりみたいなんですけど、で武器を振ってジャンプ、集中で背中に乗ると。これはかなり角度が上すぎますね。これだと頑張りゲージが足りずに高速移動にはならないんで失敗ですね、これ結構ね、狙った角度で飛ぶっていうのが難しいんですよね。で武器を振ってジャンプするのは、縦サーフィンってコマンド入力的に前スティックを倒すんですけど、その時に前に動いちゃうんで、武器振り中に前を倒すとその場で前スティックが倒せて直接こう縦サーフィンが出せるんで、着地点がずれにくいということで、安定するということですね。これ結構必須ではあります。角度がダメか。やるといいんじゃないかという、肘のあたりセットアップしていいっすね。マジで楽しいです。これだけやるバイトないかな俺8時間働くわ、このバイトだったら。マジでやりがいっていうか、
やってるだけで、操作してるだけでめちゃくちゃ楽しいんだよな、このゲーム。いけるかな。はい。これはかなり角度ついたけど。はえーはえー。この止まってるのは、スイッチがロードしてるんで止まってます。早っ。これ最高速出たかもしれん。鍋の蓋って便利だな。割れ目に入れるか。いけるか。いけそうだな。あー、ぶつかる。わあへえ、すごいな。はい、ここまで飛んでこれました。もう一気にここまで来ましたね。始まりの塔があれかなだいぶ飛んできましたね。まあただこのやり方、もういわば新幹線なんですよ。高速道路なんですよ。まあ、我々庶民はね、下道を行きましょう。まあ急ぐ旅でもないわけですし、下道で行きましょう。下道の旅も風情があるんで。ゼルダの伝説、ざっくり解説。今回はトライフォースについてざっくりと見ていきましょうか。トライフォース。ゼルダシリーズはこのトライフォースを巡る歴史だと言えるでしょう。トライフォースは神々が残していった究極の力で、その特性として触れたものの願いを叶える。トライフォースは最初に触れたものの願いを叶え、その願いはそのものが死ぬまで続くそうですね。ただしトライフォース自体は向けられた願いの善悪の判断をしません。なのでとんでもない悪人がトライフォースを手に入れてしまった場合でも、その願いをそのまま叶えてしまうんですね。トライフォースの力を使えば世界を滅ぼすことですらものすごく簡単なことなので、悪用されないように注意して取り扱う必要があります。なんでこんな厄介なものを残していったんだ神々はと思うかもしれませんが、トライフォースそのものは世界の断りであり、この世界になくてはならないものなんですね。神々のトライフォース2では、トライフォースは争いの元になるとして壊してしまったローラルという世界が描かれます。トライフォースを壊した衝撃で天変地異が起き、日は差さず動物たちは魔物へと変化してしまいました。トライフォースはどんなに争いの元になっても壊してはならないものなんですね。力の源、世界の断りなんですね。トライフォースは3つの正三角形によって構成されていて、それぞれが別々の神々によって与えられたものです。一つは女神銀によって作られた力のトライフォース。2つ目が女神ネールによって作られた知恵のトライフォース。3つ目が女神フロールによって作られた勇気のトライフォースですね。究極の力でもあるトライフォース。なので誰でも使えるっていうわけではなくて、トライフォースを使いこなすには3大要素。力、知恵、勇気の均衡が必要なんですね。一応一種のセーフティーロックのような機能が備わってるわけです。もしそうでないものがトライフォースに触れた場合、触れたものの最も願いの強いトライフォースのみがその手元に残ります。そして残りの2つのトライフォースは神に選ばれたものに宿り、その手の甲に三角の印が浮かび上がります。まさに時のオカリナでガノンドルフがトライフォースを手に入れた際にこの現象が起きました。ガノンドルフの手元には力のトライフォースのみが残り、ゼルダ姫に知恵のトライフォース、でリンクに勇気のトライフォースが宿りました。トライフォースは3つの完全体でなければ真の力は発揮できませんので、これ以降の歴史ではトライフォースをめぐった争いがこの3者間で繰り返されていくことになります。ゼルダシリーズの中で完全体トライフォースによって叶えられた願いで、ちょっと代表的なものを見ていきましょうか。神々のトライフォースではガノンによって闇の世界と化してしまった世界を平和に戻すということを願いました。リンクの冒険では眠っていた古のゼルダ姫を起こすために使われます。で、風のタクトがかなり特殊な例で、トライフォースを使うのがハイラル王なんですね。で、そのハイラル王が叶える願いっていうのはハイラルの消滅なんですね。トライフォースをめぐる争いは以降の世代に残してはならないという、そういう強い思いから生まれた願いでした。さて今回のブレワイではどうかということなんですけども、トライフォースについては全くと言っていいほど触れられませんね。トライフォースの形自体は象徴として各地で確認できますし、それらしい演出は確認できるものの詳しくは明言されてない感じです。
この辺りをもしかしたら続編でなんてちょっと妄想してみるんですけど、まあその続編楽しみですね。ね。これね。はい。というところで今日はこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。